くりした俺。その先生の印象に残ってる大山先生の技っていうのは、今これとこれの他にどんなものがすごいびっくりしたっていう。そうだね。これもびっくりしたけど、やっぱり一番すごいなと思ったのは、やっぱりこの構えだな。崩せなかったもんね。崩せなかった、この構え。自分じゃね、崩したつもりでね、遠慮して目をつくつもりで、ついたら失礼だと思って、肩のとこ置いたんですよ。だからぶん殴られてたよね。ぶん投げられてた。だから、やっぱりね、佐藤さんの先生が月に来て、大山先生がさばいたりするから崩された。だから、大山先生と本当にやったことある生徒がいればね、大山先生の威力っていうのはすごいやっぱし。大山先生が言ったもん、自分は人間相手に稽古すべきじゃないってこと言ったよ。そうだと思ったよ。だって恐ろしい破壊力を本当にやったら。そりゃそうだよね。牛と戦う練習したんだからさ、人間なんてこっぱみじんだよね。だからほとんどさ稽古は私に任したけど、結果的にはね、大山先生がやっちゃうとはっきりと浮かれちゃって、俺だってちょっとガタが来たもんね、最初ね。だから大山先生も気がついて、遠慮して今言ったこんなカップしてみたり、こんな構えしてみたりしたけどね、こういう構えをしてくれると威力がある程度弱くなるんでね。やっぱこの威力がすごいと思う。だから俺の先生って本当にガチンコで組んでやったことのある生徒だったらね、恐ろしさは分かってるんだけど、でもみんなやりたがらないんで、やりたがらない。大山先生もあまりやりたがらないんでね、自分で生徒をやっちゃうと生徒がばっかりちゃう。そういうふうに俺に言ったもん。黒崎先生と大山先生とやったことないんですか？ないな。安田先輩とは一回やったことあるけどね。安田先輩の動きはすごかったね。黒崎先輩は動かないから、もう待ってってこれだけよ。だから安田先輩グーッてパパッと今前速度をやってパパッと止めて、やっぱり安田先輩もそれだけの余裕があるよね。止めて。安田先生は大山先生とはやってるんですか？やってないですか？やっぱり一回先生やったっていうおっしゃってたんですけど、やったって言った？一度だけ見たことがある。じゃああったのかもしれないな。石川先生とか南本先生はやる？大山先生とやらない。なぜかというと、大山先生が呼んで、指導してもらいたいっていう生徒だから、生徒っていうと外部のね。だから大山先生が教えるってことだから。だから大山先生が教えたのは俺と妹くらいなもんじゃないか。中村忠会長には教えてないんですか？本ではなんか教わったようなこと書いてありますよ。じゃあやったのかもしれないけど、まず記憶ないな。大体中村忠も俺が教えたっていう印象なんですね。あ、そうですか。じゃあその辺があれなんですね。先生が教えてたって言ってますけど、先生のことは一切書かれてませんから、中村忠に。だからそれを先生に置き換えてるのかもしれないですけど。大山先生に。大山先生はやっぱりその生徒を痛めつけないで、やっぱりその空手という大山空手というその技をやっぱり生徒がマスターしてもらいたい。その技は渡辺和久が全て受け継いでるから、全て渡辺が教える。そういう感覚ですね。大山先生がただその先生が今有名な、先生方っていうのは全部先生の後輩にあたって先生が教えてるわけじゃないですか、大体のことは。けど一切その方々の本に先生の名前が出てこないっていう。それはね、多分ね、俺と黒部先輩がね、破門になって、それで俺は4年
上半分になったのかな、手形割引とかヤクザとかいろいろトラブルがあって、それでその極真が要するに財団法人を取るとか取らないとかって言ってたのに、これで黒崎先輩が邪魔になってね、ヤクザとこう喧嘩して、結構警察沙汰になったりなんかもしてたんで、やっぱりそういうのが、それで俺が師範代だっていうことをできるだけこの伏せようということがあった。俺も正直言ってやっぱりね、ヤクザとこう喧嘩して池袋市なんか行ったりなんかこうしたことはあるけども、だからそれにやっぱし大山先生は財団法人取るのに邪魔になったんじゃないかな。ただ黒崎先輩は復帰は早かったのはやっぱりお金の問題があったからね。俺は関係なかったから、だから相当破門されて、でも俺はただね、名前が出ないっていうのはちょっと消せないっていうんですかね。だからその先生がいなくなられたのはさっき言ったように39年ですから、中村忠は第1回世界選手権の時にはまだ教師にいたわけなんで、いやだからそれはやっぱ親の先生の意向だったんじゃないの。やっぱりその組織が大きくなってやっぱり最初の小山空手の場合はもう本当のなんていうの、何が何でも空手を広めるために何でもやると、巷での喧嘩もやると言ったけど、だんだんで組織がでかくなってくると、その巷での喧嘩はご飯と、それから黒帯は喧嘩をしない、喧嘩を買わないなんてこういうのを言い出しちゃって、だから俺なんかはどっちかというと二つ気になっちゃったんじゃないかな。でも俺はほら別に空手で飯を食おうと思ってないから破門されたまんまだから多分ね、復帰はねしてないんじゃないかな。大山先生が健在の時は。で亡くなられて、それで奥さんが総裁になった時に急遽奥さんの方から電話があったんで顔を出して、それで大山先生が亡くなったんで、じゃあ奥さんが総裁で、じゃあ私が指導しようと言った時にお石田愛子とか長谷川和之とかっていう人間がいて、で2年間ぐらいお石田したのかな。でも確かに俺が好きだったね。本当にだから大山先生にとっては最初の生徒なんだけど、